はい、皆さんこんにちは。機械系男子のけんいちです。今回はですね、伊坂幸太郎さんの風川優雅を読み切ったので、こちらを紹介していこうと思います。いやー、この作品はですね、はっきり言っちゃうとですね、読んでてすごい胸くそが悪い作品でした。終始ずっと胸くそが悪かったなっていう印象ですね。で、最後の最後はね、伊坂さんらしく、ちょっとケリをつけてくれるんですけども、これね、本当にね、もっとね、楽しいような話かなと思ったら、結構ね、ずーっと胸くその悪い話が続いて、結構読んでる時も重苦しかった話なんですよ。でね、そこで思ったのがね、僕ね、伊坂さんの作品を読むのはこれで4作目になるんですよ。今までにですね、重力ピエロとか、砂漠とホワイトラビットをですね、読んできたわけなんですけども、毎回ね、伊坂さんの小説を読むたびに思ったのが、誰かしら、登場人物の誰かしらとか、主人公とか近い人が、痛い思いとか、あとはその苦い思い、ちょっと胸くそ悪い思いをするんですよね。でも最終的には最後ハッピーエンドってしっかり綺麗に型がついて、悪が成敗されてっていう話に持っていくんで、読み終わった後の爽快感はあるんですけども、なんかね、毎回ね、誰かしらが痛い思いをするんですよ。これなんでかなってずっと僕は思ってたんですよね。そしたらですね、この風川優雅のですね、解説の中にね、書かれて、伊坂さんの思いとしてはですね、なんかこれインタビューの話らしいんですけども、楽しいフィクションを書きたいと。伊坂さんの中では楽しいフィクションを書きたい。だけども、現実に辛い状況下でいる人たちを置き去りにしたような、本当に楽しいだけの話をですね、書きたくはないと。そういうような絵空事は書きたくないっていう思いから、やっぱりその現実は甘くないっていう、ではその中でも生きていく人々がいるっていうのを描こうとしてるっていうのが、この解説に書かれてて、すごい納得したんですよ。やっぱり本当にね、どの作品読んでみても、現実甘くないっていう、全部が全部うまくいかないっていう部分もね、結構書かれてて、そこら辺にね、その伊坂さんの思いがね、すごい隠されてたなっていう風に、ちゃんと詰められてたなっていう風に感じて、今回はそれがすごい腑に落ちた作品でしたね。解説読んで確かにって思ったような作品でした。で、この風川優がですね、さっき言ったずっとね、胸くそが悪い話って言ったんですけども、物語はですね、双子が主人公なんですよ。優雅っていうお兄さんと優雅っていう双子の弟ですね。この2人が主人公のお話なんですけども、この風雅と優雅どちらもですね、父親から暴行を受けるんですね。小さい頃からずっと暴行を受けて、で、母親もそれに対して見て見ぬふりをする。自分に飛び火してくるのを恐れて、見て見ぬふりをして、父親がね、暴行を振ってくるような、そういうね、双子が主人公のお話なんですけども、なんでね、この胸くそが悪いかっていうと、今言ったように双子が暴行を受けるのもあるんですけども、同じような境遇、双子とは関わりのある人も実は、胸くその悪い経験をしてるとか、嫌な思いをしてるっていう登場人物が何人か出てきて、そこら辺がね、やっぱなんか出てくるたんびにね、本当に胸くそが悪くなるような話なんですよね。で、先にこの風川優雅でですね、伊坂さんが伝えたいこととしては、優しさをね、すごいテーマにしてるかなって思います。本当にね、その双子自体は優しさっていうか愛とはね、全然接点がないような育てられ方をしてきた話なんですよ。でも結果的にはその双子がですね、優しさとはね、ちょっと違った感じだけども、でも結果的にその手を差し伸べられた人からしたら、優しいというか勇気あるような双子がですね、見れるような話なんですよ。なのでこの優しさって何だろうかっていうことについてすごい考えさせられるんですけども、優しさっていうか愛をね、全く享受してこなかった双子が、優しさっていうか人を助けようっていう思いとはまた違った思いでですね、困った状況、嫌な環境に置かれてる人に手を差し伸べて、結果的にはそういう人たちを救っていくような、そういう風な、本当ヒーローみたいなお話なんですけども、これがね、本当にね、優しさって何だろうかっていうのを、その読み終わった後にすごい考えさせられるような話ですね。で、解説でもですね、優しいって何だろうかっていうのにも、言及されててですね、解説の人がすごいいい話。これは伊坂さんが実際にインタビューを受けて、伊坂さんが話したことらしいんですけども、伊坂さんの小学校時代の恩師がですね、その優しさについて教えてくれたっていう経験があって、それがですね、優しさとはですね、人に親切にすることだけじゃなくて、優しさっていう漢字から分かるように、人を憂うっていう風に書くんですね。なので、人の嫌な気持ちを分かってあげることができる人は、本当に優しさだっていう風に、書かれてて、それが伊坂さんの中では、衝撃というか、すごい印象に残った。それがね、すごい現れてるような。人にね、親切にするっていうことだけじゃなくて、人の嫌な気持ちが分かる人ってのも、やっぱり優しさってことに、それをね、すごい表しているような小説かなと思います。ちょっとね、話は変わるんですけども、優しさっていうのは人のね、嫌な気持ちに対して憂うことができる。人を憂うことができるのが優しさって言ったんですけども、今度ですね、じゃあその、同じような嫌な環境にいる人を救うってなった時に、何が今度必要かっていうと、これがね、多分勇気かなって僕勝手に思うんですよ。やっぱりその優しい人を憂うことだけでは人は救えないかなって、これ現実的な話ですけども、やっぱり
大変だなとか、同情するっていうだけではその人の関係は変わらないわけで、結果的にその人に対して手を差し伸べる、ごたごたにですね、片足を突っ込んで、もしくはもう片足もどころか両足を突っ込んで、その人に対して手を差し伸べるっていうその勇気がね、出る人が、人をね、救うことができるのかなと。この双子はですね、勇気を、すごい兼ね備えてて、さっき言ったんですけども、優しさっていうか人を助けてあげたいっていう気持ちとはまた違った気持ちで、この双子動いてるんですよ。むしろ復讐の気持ちでいくんですね。その人に、嫌なことをしてるやつに対して復讐の気持ちで臨んでいくんですけども、結果的にはやっぱり救われた人にとってはですね、この双子がすごい優しいと、ヒーローみたいな存在に見えるわけでして、そこら辺がね、結構ね、面白い、後になってみると面白いなと。優しさじゃないんだけども、結果的には優しい行動に移ってるっていうのが、結構面白い話かなと思います。あとはね、ちょっと余談になるんで、もうここからネタバレが含まれるんですけども、このね、さっき言った胸クソの悪い話の中で、自分がね、一番鳥肌が立った、全身のね、毛が逆立った話、どこのシーンがね、一番嫌だったかっていうのを、紹介しますね。それがですね、登場人物の春田くんですね。春田くんって、小学生のお子さんと、そのお母さんですね、春子さんっていう人がいるんですけども、その春田くん、春子さんに対して、親子に対して、この風雅優雅の父親がですね、手を出しに行こうとするシーン、そこがですね、僕の中では一番ね、本当にもう嫌だっていう感じでしたね。読んでても本当に嫌だっていう感じでした。やっぱりその、春田くんが誘拐されて、で、その春田くんを餌にして、春子さんをおびき出したんですね、父親が。で、その父親が春子さんにひどいことを、しているかもしれないっていうシーンの時に本当にね、腹渡が煮えくり返りそうで、頼むから無事であってくれっていう思いだったんですよ。で、ネタバレありで言うんですけども、結果的に春子さんはまだね、ひどいことをされる前だったんで、本当にね、もうほっとしたというか、やっぱりその伊坂さんの裁量次第では、事後であってもおかしくなかったわけですね。春子さんが本当に嫌な思いをさせられた後でも別に良かったわけですよ。そのシーンにおいては。でもここはね、多分伊坂さんの優しさっていうか、本当に伊坂さんのね、優しさをね、感じましたね。これもしね、事後が描かれてたとしたら僕本当にね、すごい苦しかったと思います。このシーンをね、読んでる時にすごい一番思い出したのは、宮部みゆきさんっていう方の絶対零度っていう作品ですね。頭によぎっちゃって、絶対零度もね、本当にね、読んで2週間ぐらいは腹渡の煮えくり返りがね、全然収まんなかったぐらいに、もう本当に胸くそが悪かったんですよ。で、それを思い出しちゃって、もし事故だったら自分耐えらんないなって思ってて、そのシーンをね、読んでる時は本当に苦しかったですね。でも、鳥肌がずっと止まんなくて嫌な気持ちだったんですけども、伊坂さんのね、裁量、優しさによって、まだことが起こる前だったんで、本当にそこはすごい助かったなって思います。ちょっとそんな感じの適当な余談だったんですけども、この風川優がですね、最後まとめますと、正直言って、あんまりね、読み終わった後もすごいスカッとするっていう話でもないし、読んでる途中も基本的にずっとね、胸くそが悪い話なんですよ。でもその優しさ、本当の優しさって何かってのを考えるきっかけにもなるかなと思います。ただやっぱちょっとね、注意喚起しとくと、お子さんがいる親御さんとかはかなりきついかもしれないですね。小学生とか小学生以下のお子さんがいる人はかなりきついかもしれないです。自分にもしね、子供がいたらこれすごいね、もっとね、腹渡が煮えくり返ってたような話になったと思うんで、そこら辺はね、注意して読んでほしいなと思います。はい。ではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。